はいどうも、みっちーです。今日は最強おつまみセロリのニンニク味噌漬けの作り方を紹介します。正直これ危険です。ポリポリ止まりません。セロリが苦手な人でもハマります。このレシピは包丁だけ、火を使わない、10分仕込み、冷蔵1ヶ月保存 OK、 作り置き常備菜に最高です。お酒飲む人は特に見てほしいレシピなので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。セロリのニンニク味噌漬けの材料はこちら。セロリ 1kg、 味噌 400g、 ニンニク1玉、料理酒 200cc、 砂糖 80g、 ごま油大さじ2、味噌とニンニク、この組み合わせが最強です。材料は以上です。次は食材の準備に取り掛かりましょう。今回用意したセロリは父島産のセロリです。袋から出すとこんな感じです。立派なセロリですね。1ヶ月持つので 1kg 分用意しました。おっと、これは芋虫がどこかにいますね。見てください。このポツポツ丸まったのは芋虫の糞ですね。ちょっと探してみましょう。虫が苦手な方は1分58秒までスキップしてください。いました。皆さんはどこにいるか分かりますか？虫が食べてるってことは安心安全美味しいって証明ですね。虫苦手な方はここで発狂しそうですが、取り除けば食べれます。これをしっかり水洗いしてきます。してきました。芋虫以外も数匹いました。きれいになったので次にヘタをカットします。ばらします。茎と葉に分けます。分けました。茎の方は筋を取ります。この工程を繰り返します。その間セロリについてちょっと説明します。皆さん、セロリってただの脇役だと思ってませんか？実はこれ飲む人のための野菜です。カロリーと水分。まずセロリは約 95% が水分。100g でたった約 15kcal。 つまりどれだけ食べてもほぼノーダメージ。晩酌の罪悪感かなり軽減されます。むくみ対策。そして注目はカリウム。カリウムは体の余分な塩分を外に出してくれるミネラルだから、翌朝顔がパンパンになりにくい。酒飲みの救世主です。腸内環境、さらに食物繊維、水溶性と不溶性両方入ってます。腸の働きを助けてくれるので、飲みすぎた翌日の重さを軽くしてくれる。実は晩酌と相性いいんです。抗酸化作用。アルコールを分解するとき、体の中では活性酸素が増えます。いわば体のサビ。セロリに含まれるベータカロテンやビタミン C はそのサビ対策をしてくれる成分。飲む人ほど野菜が必要な理由はここ。香りの秘密。そして独特な香り、実はリラックス作用があると言われています。自律神経を整えてくれる。だから晩酌に合う。理にかなってるんです。セロリの葉の話。ちなみに栄養が多いのは葉っぱです。ベータカロテンは茎より豊富。刻んで一緒につけると旨味も栄養もレベルアップ。まとめ。つまりセロリは低カロリー、むくみ対策、腸活、抗酸化、リラックス。飲む人のための野菜です。だからニンニク味噌漬けにすると最強。はい、筋取りが全て終わりました。見てください。この強靭な筋を。これが残った状態だとかなり歯触りが良くないです。この一手間で食感が段違いです。この残った切れ端は一番硬い部分なんですが、私がマヨネーズつけて食べます。5ミリ幅にカットします。
カットしました。葉っぱはざく切りにします。カット終わりました。セロリはこれで OK です。次はニンニクの準備をします。ニンニクは生のまま使用します。まずは皮を剥きます。剥けました。皮を剥いたらヘタを切り落としてスライスします。全部スライスしたらみじん切りにしてください。みじん切りにしました。こんな感じで OK です。これで野菜の準備は終わりました。次は合わせ味噌を作ります。合わせ味噌の作り方。ボウルに味噌 400g 入れます。にんにくみじん切り1玉分入れます。料理酒 200cc 入れます。砂糖 80g 入れます。甘くなくていい人はお好みで調整してください。ごま油大さじ2入れます。混ぜます。味付けは少し甘めがベスト。セロリの苦みが緩和されるので苦手な人も食べれます。これで合わせ味噌の完成です。セロリのにんにく味噌漬けの作り方。合わせ味噌にセロリを全部入れます。合わせ味噌を全体にしっかり揉み込みます。ちょっと味見します。この段階でかなり美味しい。揉み込んだらジップロックに入れます。ジップロックの空気をしっかり抜いて閉めてください。こんな感じで OK です。このまま冷蔵庫で1日寝かせて完成です。待ちきれない人は2時間寝かせてください。あとは好きなタイミングで食べてください。賞味期限は冷蔵保存で1ヶ月です。1日経ちました。いい感じで使ってそうですね。盛り付けます。はい、ってことで最強おつまみセロリのにんにく味噌漬けが完成しました。美味しそうですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。めっちゃうまっ。うますぎ。セロリの風味とにんにく味噌の相性が抜群です。これはうますぎる。うめ。さらに美味しくするなら白ごま、鷹の爪、クリームチーズ和え、豚しゃぶと合わせるなどいろいろとアレンジが可能です。ご飯のお供にもなりますし、お酒にも当然合います。セロリのにんにく味噌漬け、簡単なのに中毒性があります。ぜひ保存して作ってみてください。コメントで作ったような報告待ってます。この他にもセロリを使ったレシピを再生リストにまとめてありますので、ぜひご活用ください。このセロリのにんにく味噌漬けなんですが、私のお店お食事処目黒でもメニューに登場します。この動画公開以降にぜひご来店ください。農協に島セロリが売ってる間の期間限定メニューですので、ぜひご注文ください。お店の場所はここです。遠くて無理だよって方はぜひご自宅で作ってみてください。はい、ということで今日の動画はいかがでしたでしょうか。今日の動画いいと思ったら高評価、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。またねー。